人魚姫。昔々、深い海の底に美しい人魚の姫が住んでいました。彼女は海の王の娘で、美しい歌声と好奇心旺盛な心を持っていました。人魚姫には地上の世界への深い憧れがあり、地上はどんなところかしらとよく考えていました。彼女の家族は地上の世界は危険だと警告していましたが、人魚姫の好奇心は止まりませんでした。16歳の誕生日についに彼女は海の上へ行く許可を得ました。ある晩、人魚姫が海の上を泳いでいると、遠くで美しい船を見つけました。それは王子様の船で、彼の誕生日を祝う盛大な船上パーティーが開かれていました。人魚姫は船の上で踊る王子様の姿に心を奪われ、彼に密かに恋をしました。突如、激しい嵐が船を襲い、強風と高波により船は大きく揺れました。王子様は海に投げ出され、溺れてしまいました。人魚姫はすぐに王子様のもとへ泳ぎ、彼が海の底へ沈むのを防ぎました。彼女は力を尽くして王子様を岸辺まで運び、無事に救い出しましたが、王子様は人魚姫が彼を救ったことを知りませんでした。人魚姫は岸辺で王子様が目覚めるのを遠くから見守りました。王子様が無事であることを確認した後、彼女は海へと戻りましたが、心は王子様に残っていました。あなたをもう一度見たいと人魚姫は心から願いました。人魚の姿では王子様と一緒にいることができないと知った彼女は、人間になる方法を探し求めました。この願いを叶えるため、人魚姫は海の底深くに住む魔女のもとへと向かいました。魔女は人魚姫に対して厳しい条件を提示しました。あなたの美しい声と引き換えに、私はあなたを人間に変えてあげると魔女は言いました。さらに魔女は警告しました。人間になったらもう二度と人魚には戻れない。そしてもし王子が別の人と結婚すれば、あなたは泡となって消えてしまう。人魚姫は自分の声を失うことと、王子様と結ばれなかった場合のリスクを受け入れ、取引に同意しました。魔女の魔法により、彼女は美しい人間の姿を得ましたが、その代償として歩くたびに大きな痛みを感じることとなりました。人間になった人魚姫は大きな勇気を出して王子様のお城へ行きました。そこで彼女は王子様と出会うことができましたが、王子様は人魚姫が自分を海で救った人魚だとは気づきませんでした。人魚姫は声を失っていたので、王子様に自分が救った人魚であることを伝えることができなかったのです。王子様は人魚姫のことをとても優しく扱いましたが、彼女の秘密を知ることはありませんでした。人魚姫が王子様のお城で過ごしている間、王子様は別のお姫様と出会い、彼女と結婚することになりました。このお姫様は王子様が海で事故に遭った時に岸辺で彼を見つけた人でした。王子様はこのお姫様が自分を救った人だと思い込み、彼女と結ばれることを決めたのです。人魚姫は王子様の結婚を知り、とても悲しくなりました。彼女は王子様を本当に愛していたので、王子様が他の人と幸せになるのを見るのはつらかったです。人魚姫は王子様の幸せを願い、自分の感情を抑えていましたが、
王子様の結婚式の日が近づくと感情を抑えることが難しくなり、しくしくと泣きました。人魚姫の姉妹たちはその悲しみを感じ取りました。姉妹たちは人魚姫を助ける方法を探し、海の魔女のもとへ行くことにしました。魔女は姉妹たちに、人魚姫が人間になって王子様と結婚できるようにするには、王子様を亡き者にする必要がありますと言いました。姉妹たちは人魚姫のためにその取引を受け入れ、魔女から特別なナイフを受け取りました。しかし人魚姫は王子様を愛していたため、この方法で自分を助けることを拒否しました。彼女は王子様の幸せを願い、自分の運命を受け入れることを選んだのです。夜明けとともに人魚姫は泡となって海に消え、空の精霊となりました。良い行いを積めばやがて魂を得られるかもしれないと空の声がささやきました。おしまい。人魚姫のお話は次のようなことを教えてくれます。愛することの大切さと犠牲。人魚姫は王子様を愛していましたが、王子様の幸せのために自分の願いを諦めました。これは愛には時に大きな犠牲が伴うことを教えています。自分の選択を受け入れる勇気。人魚姫は自分の選択がもたらした結果に勇敢に向き合いました。自分の選択に責任を持つ大切さを示しています。物事には代償がある。人魚姫は望みを叶えるために大きな代償を払いました。欲しいものを手に入れるためには何かを失うこともあるという教訓です。この物語は夢を追うこと、愛することの大切さと、それに伴う犠牲や選択の重要性を教えてくれます。いかがでしたか？今回も見てくださりありがとうございました。またお会いしましょう。